原田雅子さん、当時19歳。爆心地から約 1.8km 離れた肘山本町で被爆しました。なんかね、はい、あの日は限ってね、どうもこう仕事行きたくないな思いました。それぞれ言いましても、鈴木まで今の道をずっと黄金段の下からずっと歩いて、もうとにかく朝晩歩く。私人生を乗りませんから。それから今下大河のねとこずっとレンコンだ中を蓮の花を見ながらずっと行って南町に出て、そして表通りへ出て味に向かって8時まで入っておらなきゃいけないかったのを8時15分にまだ肘山橋の上を歩いてました。はい、遅刻して、はい、それも続きの作業着と着替えて更衣室で、そして置いて靴も履き替えて、そして歩いてました。作業着はねちょっと草色のような上下の上下の、はい、ここで縛ってね、こうして着物のように着て作業着、そしてズボン同じ色のズボン履いて、防空頭巾を後ろにかぶって、それも警戒警報が解除になったからそれを下ろして後ろに、そして暑いからねベレー帽かぶって、だからここへこう後がついたですね、顔がねやけどした時にベレー帽が、そして白いタオルをカスなんかさせていかれませんから、それから厚手のタオルをすっぽりかぶって、そして歩いてました。だからタオルをかぶって頭が焼けずに済みました、髪が。だけどここはずっとねベレー帽の跡がついてやけどしとって、はい、でババーッと焦げてしまうベレー帽がここ肘だったんです。ちょっと急ぎ足で遅れたから送られると思って急ぎ足でと友達と、はい、松尾さん、今岡田さんいるんですよ、昔は。あの方が誘ってもらって「今日は大義ね、行きとないね」言いながら行って、今の肘山橋光一瞬ですからね、気が付いた時はもうボロボロですから、はい、もう光とかその悠長なもんじゃないです。もうとにかく一瞬ですから、はい、それは皆さん同じだと思います。爆風とかいうのはもうその時はもう私はもうとにかく一瞬見た時もうボロボロでしたから、気づいた時はもう皆さんも電車を溜まったり力回りて、それから皆さんも右往左往だけど亡くなった人とかいう人は一人も見たことないです。とにかく無我もとにかく帰らないかん思うか、それから今度すぐ爆死へ帰って、それから土手があったからすぐ階段を置いて、それからターッともう頭から水パッ、おかげで満潮だったから水が水があそこ川ですから水塩じゃないですか、水ですからね、だから浴びて、だからもうとにかくびしょびしょ浴びて、それから帰りましたけど、帰った時はもうカラカラに乾きとかがもうボロボロだ、基礎のものがもうボロボロですから、意識があってこれは水じゃと思えたんですよ。というのは私たちは海の周りで育っていますから、泳ぐのはもう自信があったですからね、溺れることないと思いましたからね、長崎ちゃんも。だからとにかくこれは水のやん、でも立たれんから躍動ねひどいから、だからもう無我夢中で私は川に入りました、一番に。もう痛いとかなんとかじゃないです。もうそれは口では言えない。もうそれはもう本当にもう痛いとかそんなもんじゃないです。やけどはもうこれね、この手の皮がみんなぶら下がって、ここなんかもう骨が出よったです。ここなんか骨が出よった。そしてここらもずっとねいっとったんです。これもここまで掃除があるの着とったんです、作業服の。やけどいうのにとにかく服はボロボロになっとる、もう身が下がっとる。うわこれもう自分でない、我にでないみたいな、自分でないみたいな、無意識とにかく水浴びな思いました。とにかくこれからどうなんやろうか思いました。これからどうな、それ第一家まで帰れるだろうかと思いました。これで、会社見ればもうこいつがぺちゃんこなっとる、これダメ思って、そしてその姿で帰りました。だから途中で会った人でも私と気がつかない、誰も知っとる人でも
北大河内ぐらいまでね、弟が迎えに来ました。はい、そして電話持ってね、泣き泣き連れ帰ってくれたんです。その時嬉しかったです、やっぱり。そしてもう肩すがるようにして、2歳違いでしたからね、すがりして、それからゆっくりゆっくり歩いて、もうあの頃はもう、それから弟見た瞬間に緊張感がほぐれたんですね。だから歩くのがあまりこう歩けなくなって、それからすがってすがって、やっぱり乗り物もなんもない時ですから、帰ったすぐはね、私防空壕入ったんです、山の。山のね、お仕事裏に裏山があるんですよ。山に防空壕あった。そう、そこへ朝入った。ほいで今度は夜空襲警報が出た時、ダダーッとみんな逃げてくるじゃん。ここへダーッと当たって向けて、そして弾が出された時防空壕からダダダーッともうこうなって、そして山から弾が下ろしてもらって、そうそう、朝一時防空壕入ったんです、防空壕へ。それから山ですからね、こう弟たちが下ろしてくれて、それから今度家帰って、帰ったらもうバッタン、もう絶対に起きられません。もうトイレも良いかなんです。はい。それからがね、顔も全部やけどしそうでしょ。そして手もこんなでしょ。そうか、こうしてこんなにこういう格好して出られるでしょ、外には。だから当分は私も引っ込み思案に出ませんでした。ほいで頭の髪はどんどん抜けてくるし、だから頭にネカチューかぶって当分は出なんですね。もう鏡なんて見る気もせんし、そういう気も、ね、出ないし、鏡見るとか化粧するとそんなこと絶対ないです。やっぱり劣等感感じて、恥ずかしいね、顔も全部ですから恥ずかしい。私は経験ないんです、差別とかね。ただ自分自身で劣等感、自分自身が恥ずかしい思うだけで、だから人からどうのこうの言われたことはないんです。はい。やっぱりあんまり思い出したくないことですね。あんまり人様に話せることもないし、それから他人様にお話ししたことはあまりない。自分がやっぱり娘時代に恥ずかしい目に随分劣等感感じたから、だからこうなったばっかりにね、半袖も着れない、暑い時でもどこも出せない。本当ね、年取ってからですこんな半袖着るの。うん。新聞紙上ね、それからもテレビ見るのに、やはりこれはやっぱり今からの若い人にできれば忘れないで、広島にはこんな大きな犠牲者ね、まあ焼夷弾の怖さもみんな味わってるやろうけども、原爆というものはこんなもんだと絶対にあっちゃならん。一発でこれだけになるんだからいうことを私はやっぱり今の世代の方に知ってほしい。そして戦争のない平和な国にね、本当に平和の尊さはこれを体験してみないと言えんです。本当にね、電気も赤がとつけられない、食べるものもないね、そして中学校時代は毎日毎日兵士を送る、そういう軍人を迎えに行く、遺骨を迎えに行く、そういう世代でない。私らはそれをずっとやってきましたから、欲しがりません、勝つまではとかね、ああいう教訓ばっかり受けて私は。だから戦争に負けるとか誰一人考えたことない思います。ああいう軍国主義ね、それに染まってしまう国民が皆ね、今の平和をねちょっと保っていかれるね、日本列島じゃから和やかにみんながね微笑んで、みんなが幸せに、貧乏は貧乏なりに今のようにね幸せなね世の中であってほしい。これ核絶対にいけないね、これは私は本当に心からね、日本の平和ね、この日本の国民として生まれてきた幸せを味わわれるようになってほしい。これは私は本当心から思います。ああいう時代が来んように。